皆さんこんにちは。ドイツも一気に暖かくなり、毎日花粉に悩ましい日々を送っています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。先日の動画で私の朝活の様子をお届けしましたが、今日は朝活で毎日一品作っている作り置きのおかずをご紹介します。皆さんの参考になれば嬉しいです。それではスタートです。昨日買った人参なんですけれども 2.5 キロ入りで、ドイツの常備野菜のサイズはいつもこんな感じです。棚の上から取り出した秘密兵器、大量にカットする時の強い味方です。今日使うのは4本くらいでしょうか。よく洗ってヘタ部分をカットして取り除きます。皮を剥きます。マルクットで買った野菜は皮ごと使えるんですけどね、今日のはスーパーの特売品なのでクオリティもそれなりで、ちょっと皮を剥きたいなって思っています。ここからはひたすら削る作業。めちゃめちゃ疲れるんですけど、手できることを考えればまだ楽ちんかなって自分に言い聞かせてます。終わりました。こんな感じです。まずはお片付けして、今日人参サラダに入れるのはくるみとレーズンです。その時によって茹でたキヌアを入れたり、レモネードを作った後のレモンの皮を刻んで入れることもあります。くるみを細かく刻んで入れます。レーズンも入れます。塩コショウを加えて、調味料はいつも大体の目分量でやってます。料理って分量を測るとなると一気に面倒になる気がしませんか？初めの頃は失敗もあったけれど、30年もやってると大体のことは学んでいきます。レモンの買い置きがないのでレモン汁で代用します。オリーブオイルはたっぷり入れます。混ぜて完成です。スライサーの容器のままに冷蔵庫で保存できます。いっぱいできて嬉しい。冷蔵庫で 4,5 日は保存可能です。スライサーで削れなかった人参の端切れは酢漬けにします。三杯酢はいつも冷蔵庫に常備していて、ちょっと余った野菜の切れ端とかが出た時にそのまま放り込んでます。すごく便利です。余談ですけれども、ドイツのキッチンって棚とか作業台とか結構高くて、小柄な私にはハードル高いんです。なんかお料理してると常に背伸びしている気がします。
とにかく人参を消費したいので、昨日同様人参です。作り置きします。人参は細い棒状に刻みます。これがセロリです。本来これに根がニョキニョキついてて、見た目はちょっとエイリアンみたいでグロテスクなんですけど、美味しいです。ヨーロッパではこれをポタージュスープにするのが定番なんですけど、我が家ではこれを天ぷらにしたりとか、バターでソテーしたりしても美味しいんです。今日はこれを人参と一緒にきんぴらにします。ピリ辛の味付けがちょっと癖のあるセロリによく合います。皮を剥いて人参と同じように細切りにしていきます。4倍速にすると包丁めっちゃうまく見えますよね。もうやめられない味付けは醤油ベースですけど、決め手はオイスターソースです。これはドイツでもよくアジア食品店とかで手に入ります。少しお湯を足して味をなじませます。我が家のコンロはハイテクすぎて時々私には使いにくいなって思います。皆さんのとこはどうですか？カチッて回して単純に火をつける昔のコンロが懐かしいです。もう一つの決め手はこれで唐辛子粉です。キムチをつけようと思って大量買いしてます。仕上げにごま油を加えます。ごま油もドイツで買えるんですけど、高価なのでめっちゃ貴重品です。すごく大事に使ってます。最後にすりごまをパラパラかけます。こういう軽い乾物は日本に帰国した時にまとめ買いしてます。完成です。冷蔵庫で 4,5 日は保存が可能です。酢の物は体にいいので、だいたいいつも常備してます。人参や大根もつけたりしますけど、一押しはセロリです。セロリは水分が出にくくて3倍酢が薄くなりにくいので気に入ってます。セロリを斜めに薄切りして3倍酢につけるだけ。葉っぱの部分も一緒につけちゃいます。
リンゴ酢に塩と砂糖を加えて軽くレンチンして砂糖と塩が溶けたら鷹の爪を1本入れます。洋風にしたいときはロリエの葉を加えたりもします。しっかりセロリの水分を切って入れます。半日ぐらいした後から美味しく食べられます。この IKEA の容器ですけどすごい重宝してます。このままねレンチンもできるし食卓にも出せるので便利です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は至ってシンプルにおまけトークも NG 集もつけませんでしたけれども、少しでも役に立ったよという方がいらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録していただければ嬉しいです。近いうちにね続編をお届けしたいと思います。お品書きは今ね見ていただいているリンゴジャム、そして大根とひき肉の煮物、ねセロリのバター醤油などなどでいきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。